皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本が世界中の国々と比較してみた場合においても、観光地としての魅力が世界1位であると評価されるという話を皆さんにご紹介するとともに、じゃあこれを受けて日本政府が進めている観光政策に問題はないのか、この点について解説を行っていこうと思います。現在日本は新型コロナの問題があって、2020年、2021年と連続して鎖国状態にありました。2022年はこうした新型コロナの問題も下火になってきたこともあって、世界中の国々で人の往来が復活しつつある中、日本においても日本人が旅行に海外に出るのも、また日本に旅行にしに来る人たちについて言っても緩和する方向へと進んでいます。ですから、この2年間で旅行したかった人たちにとっては、ようやく旅行を楽しむことができるわけです。だからといって手放しで、ああよかったよかったと喜ぶことができないのも、ここがまた一つ難しいところです。というわけで今回はそのことについて解説していきましょう。まずは海外からの評価と、お隣韓国で早くも日本へ行きたいという人たちが旅行会社に殺到しているニュースから見ていきましょう。観光地としての魅力、日本が初の世界1位、交通インフラなど評価。観光地としてどれだけ魅力的か、各国の競争力を比較した世界的な調査結果が発表され、日本は交通インフラの利便性や自然や文化の豊かさなどが評価され、調査の開始以来初めて世界1位になりました。この調査はスイスのダボス会議の主催団体として知られる世界経済フォーラムが2年に一度をめどに各国の観光資源や交通インフラ、それに治安などを比較して観光産業の競争力をランク付けしているものです。今年の調査結果では評価の手法が見直され、117の国と地域を対象に行われ、日本は世界1位に評価されました。日本が1位になったのは2007年の調査開始以来初めてのことで、2位のアメリカや3位のスペイン、4位のフランスなどを上回りました。具体的には交通インフラの利便性や自然や文化など観光資源の豊かさ、それに治安の良さなどが高く評価されました。世界経済フォーラムの調査の報告書は、新型コロナウイルスの感染拡大は世界経済にとって観光産業の持続的な成長のために、各国は衛生や安全確保の強化に優先して取り組むべきだと提言しています。今回の調査のトップ10は以下の通り、日本、アメリカ、スペイン、フランス、ドイツ、スイス、オーストラリア、イギリス、シンガポール、イタリアの順でした。そしてお隣の韓国においては、日本旅行の熱が早くも高まっています。日本が団体観光客の入国を許可するや、韓国で旅行予約 887% 増。日本政府が10日から旅行会社の団体観光客入国を許可するのを受けて、日本へのパッケージツアー予約が急増している。2019年のノージャパン日本商品不買運動以降、抑えつけられていた日本への旅行需要と円安が相まって予約が殺到しているのだ。韓国の大手旅行会社花ツアーが明らかにしたところによると、先月30日から今月5日までの日本行きパッケージツアー予約数は直前の1週間に比べ 284% 増えたとのことだ。その前週との比較では 887% の急増だという。全海外旅行ツアー予約における日本行きツアーの割合も 2.1% から24.3% へと増えた。予約した人の4人に1人は日本への旅行を選んだということだ。旅行先の地域ごとに見ると、大阪 31.4%、北海道 31.2%、福岡 17.5%、東京 16.3% の順に予約人数が多かった。別の旅行会社、黄色い風船では、先月の日本行きパッケージツアーの予約が前月比で約7倍に増加した。全ツアーの予約件数が約 2.5 倍増えたのと比べると、特に日本への旅行に需要が集中していることがわかる。旅行会社実にいい旅行が先月25日に出した大阪神戸2泊3日パッケージツアーは、日本円で約5万2000円と約5万5000円の特別価格ツアー1365席が2時間で完売した。現在は一般席のみ販売中だが、8日時点で特価席を含めて3500席以上売れた。ロッテ観光開発は先月、新型コロナウイルス感染症発生以降、2年ぶりに北海道行きのチャーター旅行を発売した。日本は韓国人が最もよく訪れる観光地で、ノージャパン前は年間700万人以上が訪れていた。旅行会社関係者は、他のところとは違い、日本は旅行さえ可能になれば、
すぐにでも出国したいという人が多い。新型コロナ前に旅行会社の予約の 30% 程度を占めていた日本への旅行が再開されれば、海外旅行の回復傾向がさらに顕著になるだろうと語った。日本への旅行は当面、団体旅行のみ可能となっている。旅行会社を通じて予約し、引率者が同行しなければならない。日本で来月、参議院選挙が終われば、日本政府が外国人観光客入国政策をさらに緩和するとの見通しもある。日本人にとっては当たり前のものといったものが世界から見れば当たり前ではありませんよというものは結構あります。例えば今回観光地として非常に高く評価された理由として治安の良さであったり交通インフラの充実といったものが挙げられています。ここでは挙げられてはいませんが、例えば水道水がそのまま飲めるなんていうのも基本的には日本の社会インフラが非常に優れていることの証拠の一つだと言えるでしょう。他の国々においては例えば生水を飲んだらあっという間にお腹を下してしまうことが当たり前として考えられていて、飲むための水はそれ専用に売ってるんだよというのが常識的な国というのは非常に多くあります。また列車が時刻通りに来るといったものも多くの国では遅れて当たり前、タイムスケジュールというのはあくまでも目安に過ぎないといったことが常識的な国の方がむしろ標準的なのです。ですから1分2分の遅れで列車の運行を誤るなんていう光景というのは日本だからこその話だと言えます。そして文化的な面で言っても今回トップ10にアジアの国では日本しか入っていませんでした。特に文化的な面で言えば日本は多くの国々から得意、ユニーク、個性的なものとして捉えられています。特に日本の場合だと新しい都市の姿としては東京が代表的な例として取り上げられる一方において、文化的な面で言っても古くからある様々な文化遺産といったものが今に多く残っています。他の国々においては戦乱やもしくは王朝の交代などに伴って文化的な遺産が全て一掃された上で新しい文化が醸成されるといったことなどがあって、見どころのある文化遺産が少ないよといった国も別に珍しくはないわけです。そのようなわけで世界から高く評価される日本というのは別に今回のランキングだけではありません。私のチャンネルにおいても毎年どこかしらのランキングで上位に入るので、その度に取り上げるわけで、このことそれ自体は喜ばしいことです。ところが日本政府の進める観光政策については私は非常に問題が大きいと考えています。日本政府は特に新型コロナ前であれば観光立国というものを一つ政策の目玉として掲げていました。これは日本の文化遺産などを中心として多くの国々に呼び込めば、それによって多くの訪日外国人を呼び込むことができるとする政策だったわけです。しかしこの政策が評判が良かったかといえばそういったわけではありません。なぜならば日本の観光地として有名なのはゴールデンルートと呼ばれる東京、富士山、そして京都、この3つの三大箇所に集中するようなことが見られ、観光郊外といったものも観光地では囁かれるようになりました。多くの観光客が来ることによって通勤通学の足のバスや列車の多くが観光客によって埋め尽くされて日常生活にすら悪影響を与えるといったことがあったわけです。またそのような日常生活の話だけではなく、この観光政策を進める上で最大の問題点というのは日本政府が掲げた訪日観光客の数というものを目標にしていたことが非常に大きな問題でした。確かに観光客がどれだけ来るのかといったことは分かりやすい目標ではあるのですが、その目標を掲げることによって数に頼り切った観光政策といったものが幅を利かせてしまったのです。例えば新型コロナ前、訪日外国人の数は3000万人という水準に達しました。これは多くの国々からやってくるその傾向としてもだんだんと増え続けて2000万人、2500万人、3000万人と増えてきたわけですが、それによって日本国内に多くのお金が落ちたのかといった問題が同時に囁かれるようになりました。それは訪日観光客3000万人のうち約半分1500万人は中国、韓国に圧倒的に依存していたからです。この2つの国に依存していることによって発生した問題というのが日本国内にもかかわらず韓国経済圏と中国経済圏が形成されてしまったという問題があります。欧米からのお客さんというのはどちらかというと団体客ではなく個人や家族単位でやってくる人たちが多いですから、どこかの資本で囲い込むというのが非常に難しいお客さんたちです。一方において韓国
国、中国からやってくる人たちというのは団体でやってくる人たちというのが非常に多かったことから、日本国内にバス会社、お土産屋さん、そして旅館やホテルといったものを全部自分たちで用意して旅行しているんだけど、その旅行で落とすお金というのがほとんどが韓国や中国の関係会社によって吸い上げられるなどといったことが実際に起こってしまったのです。その顕著な例として言えば、韓国であれば対馬にそのような韓国資本の宿などができ、そして売店や飲食店なども同じく韓国資本に染まってしまって、韓国からお客さんは来るんだけど日本人経営の店には全然お客さんが来ないなんていうことが日常的に発生してしまいました。また中国の例で言えば、京都に中国資本が大量に投下され続けるといった問題が発生しました。これはゴールデンルートの一角である京都というのは、中国人にしてみればすでに自分たちが失ってしまった古い都を思い起こさせるような非常に情緒あふれる都市であり、そのために中国人にとっては非常に魅力的な観光地となっているのです。ですから新型コロナの問題があって観光客が来ることができなくなったその時期においても、中国資本は引き続き京都において土地やホテル、旅館などを購入し続けるといった行動を続けています。中国や韓国はそのようなことをするのは、まさにそのようなことをするのが自分たちにとって経済的な合理性があるからです。やればやるほど自分たちにとって利益が出るから、その動きをやめる理由がないというわけです。現在韓国に対しては新型コロナの問題もあってビザ申請を行わなければならない、そして団体観光客しか受け付けないよといったことが行われているわけですが、このような緩和というのはこの記事の中でも触れられてはいましたが、いずれは全て規制が解除されて新型コロナ問題以前のノービザ優遇、ビザ免除の体制に戻るだろうというふうな見通しが立てられています。私はこの点について言っても全くの反対で、韓国に対しては現在のようなビザ申請を行って観光客についてのハードルを設けたままにすべきだと考えています。現在のところ新型コロナの問題があったからという形にはしていますが、日本と韓国との間には政治的な問題があります。竹島は軍事占領されていますし、韓国国内においては反日教育というものがずっと行われ続けていますし、現在の大統領は日韓関係を改善したいとは述べていますが、このような日本と韓国との間における問題といったものが何一つ解決されないままで、さあここから改善しましょうというのは、私はあまりにも韓国側の方が虫が良すぎる話だと思います。韓国側の方が日韓関係を正常化させたいと考えるのであれば、自称慰安婦の問題などについても韓国側が自分たちで問題を処理した上で日本との対話を求めるべきでしょう。その間、日韓の人の交流といったものもビザ申請を介するような形で一つくさびを打っておくべきです。そして日本の観光政策全般で言っても、訪日外国人の数ではなく1人当たりの消費額についてもっと焦点を当てて、韓国や中国に対するキャンペーンなどは一切行わず、もっと世界中に広く日本旅行を呼びかけるような体制へとシフトすべきです。そのような形で世界中からの個人観光客を呼び込むというようなことをすれば、現在のような韓国や中国に依存するような形にしてしまった時の問題点、日本の中に特定の国の経済圏を作られてしまうといった問題が発生しにくくなります。なお、日本国内ではこうした観光政策を進めること、それ自体に大反対している人たちもいるわけですが、少なくとも多くの人たちがやってくることによってお金を落としていくということは、それ自体は別に悪いことではないわけですから、政策の悪いところを改善していけばいいという、むしろ前向きな姿勢を持つべきでしょう。例えば観光客がやってくることによって多くのものを買っていく、多くのものを食べていくといったことは、やはりそれ自体が多くの産業にとってプラスに働くのです。新型コロナの問題があって観光客がやってこない間、例えば高級なお肉についての国内生産が非常に頭を痛めていました。そのために割引をしなければ消費できないといった問題などもありましたし、また日本の老舗旅館であろうとも非常に高額なお宿といったものもたくさんあるわけで、それらについて言えば日本人は確かによくやってきてくれるんだけれど、しかし全体の数としてはやはり足りないなといったことはまた事実として存在するわけです。特に日本の場合だと少子高齢化が進んでいて、観光政策をこのまま進めないとしたら、お客さんの数それ自体がずっと減り続けるという非常に苦戦する状況になります。そのようなことになれば、日本国内においても観光や観光にまつわる様々な業種の人たちがどんどんと先細りする未来しかないわけです。ですから、どれだけ多くのより良い
乗客を海外から呼び込むか、そちらの方向に考えを巡らすというのは実は必要なことなのです。という場合に観光政策の話などもしてきましたが、私は決して日本の科学立国としての道を諦めろとかそういった話をしているわけではありません。観光政策そのものについて進めるべきだという話をすると、必ずのように製造業を打ち捨ててしまうのかといったような批判をされる方がおられるわけですが、基本的には日本の武器というものがあれば、その武器がある分野についてはそれぞれ伸ばしていけばいいというのが私の考え方です。というのも、科学立国として進んでいこうとしたとしても、別にそうした産業に興味がない人たちも当然いるわけで、私はもっともっと宿泊業として道を極めたいんだなという人たちに、その人たちを政策的に支援するというのも当然のように必要なわけです。ましてや日本には非常に古い文化があり、そして世界から評価されるような治安の良さや社会インフラの充実といったものがあるわけですから、これらを商品に転換するというのは決して悪い考え方ではないのです。ただし日本政府の進めている政策のその中身、やり方については改善しなければならないという点があるというのが私の考え方です。2022年になってようやく多くの人たちが心置きなく旅行することができるような状況に近づきつつあります。皆さんはこの際どこかに旅行するんだったらどこに行きたいかなといったことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。